ロードトゥ UFC シーズン3注目日本人選手6個中5個ワンパン KO。 自分を信じる力っていうのは強いなってすごい感じたんですよね。毎試合こんな成長見せるやついんのかって思うファイターあんまいなくて面白いですよ。 UFC 行ったら人気出ると思います。Welcome to リニアチャンネル。今回はロードトゥ UFC シーズン3に出場する注目日本人選手3人紹介します。5月18と19日で行われるロードトゥ UFC シーズン3から日本人選手がね結構多く出場してまして、ワンマッチも含めて男子だけですと8名ほど今日本人選手がぜひその日本人選手をねご紹介していただきたいっていうことで、わかりました。1人目は尾崎蓮選手です。レンレンはね、僕が赤ちゃんぐらいの時に初代シューターのいろんな方とつながりがあったって言ったじゃないですか。その時の面倒見てくれてた坂本光弘選手っていうのがリニア総合やるんだったらどんどん打撃も受けるからミットも受けるから来いよって言ってくれてて、週1とか結構お邪魔したりしてたジムがリバーサルジムクキーウィングスっていう埼玉県の久喜市にあるんですよ。そこに始めたての頃とか結構通ったりとかさせてもらってて、そこにいたのが初めて僕がもうワンツーとかやってるような時っすよ。はじめましてみたいな来て、トカルの後輩で野球部だったんですみたいな、一緒に頑張ろうねみたいな、多分同じぐらいに始めたのかな僕よりちょっと早いぐらいです。3ヶ月早いぐらいで始めてた。最初にもうワンツーローとかなんかそれぐらいの時から一緒に、やってた子で、僕はこうそのまま X ファイトのオーディションの方にどんどん入っていった。だんだん練習は一緒にしてる感じではなくなったんですけど、たまに埼玉帰った時には練習行ったりした時に帰り車で送ってくれたりとか。実家がね秩父にあるチンタツっていう美味しいラーメン屋さんなんですよ。でもねほんと天然でレンレンは天然だからこそ打てるようなパンチ、もうワンパン KO マンですから。今6勝0敗2分けとかで勝ちのね6個中5個ワンパン KO ほぼ。野球やってた人ってね体重を落としてこの手に遠心力かけるっていうのがうまいんで、やっぱ殴るのもうまいっすよ。伸びるプラス天然で何も考えないで殴るから体重乗りまくりっすよ。普通に体も強いんで、その組んでた時に感じたのは、最近は組んでないけどやっぱその辺磨かれてるってなったら結構テイクダウンもめんどくさいし、僕でもめっちゃいい感じになってくると思うんですよね。ただ経験値が他のファイターに比べては少ない中での参戦なんで、どれだけ鈴木千尋的になれるかっすよ。今時の分かりやすい言葉で言うと吹っ切れて、もう全振り。そうなった時のパフォーマンスは強いんで、あそこまでにしないにしても結構な発火力と勢いはあるから、若さもあるし、全然ね上がっていく可能性ありますよ。当て感もいいんで。組の対処ですよね、不安要素は。やっぱそこは今までの8戦やってきた相手とは全然レベルがちょっと変わってくる組になってくるんで、そこでもう何も考えずただただ今に対処してほしい。そうすれば結構いくんじゃないかなって思ってるファイターですね。いい選手ですからぜひ注目しててください。2人目は野瀬翔平選手ですね。3連続で入ってきましたね。これはもう入れって言ってますよ、これ神様が。そうですよね。僕だったらそう捉えます。俺のもんだって思っちゃうかもしれないですね。持ってるってことっすよ、やっぱ。それも含めて。野瀬選手はリニア選手ともロード2で対戦されているので、今回3回目ですけど、どうしたらいいですか、野瀬選手。俺に聞こえどうしたらいいっていう言い方もあれなんですけど勝つしかないよ。勝つしかないんですけど、今回のこの企画って日本人選手頑張ってみたいなあるので、経験者として気持ちの持っていき方とか、こういうとこ注意した方がいいとか、そういうのってあります？野瀬選手のね1回戦の相手が結構ブラックコンバットっていう韓国の団体のチャンピオンで、石塚さんにも勝ってディープのチャンピオンにもなっちゃってるっていう感じですね。結構いいファイターかもしれないですね。でもナイザで年末 TKO 負けしてんだな。どうしたらいいか。
メンタルコーチングを入れること、僕だったらそうしますね。2回同じところで失敗があるんで、はい、そこの払拭って自分の力じゃあちょっと取り除きづらいものが残る。そこも踏まえて自分はどういう動きをしたらいいのかっていうのが僕はメンタルコーチングで分かったりするんで、次の試合どういう動きをしたらいいのかっていう、僕はそう入れたりしたいですよね。やっぱその辺を導くプロにちょっと、助けを、自分一人でこういう心構えでこういうことをとかやるとまた張り詰めちゃうから、3回目だし人の力をガンガン借りてチームとして戦うっていうことを、マスタージャパンは弘中さんがすごいんで、それができるんでいいですよね。プラス新勢力をちょっと加えたりするかな、僕だったら。はい。新谷選手から見て野瀬選手強いところってどういうところ？ちょっとやそっとのことじゃ引かないですよ。他のファイターだとちょっと目がうつろになってくれるのがギャンギャンに生きてギャンギャン構成的だったりとか、はい、自分を信じる力っていうのは強いなってすごい感じたんですよね。はい。それがないと本当にやばいところから生還ってできないわけじゃないですか、人間。はい、それを知ってるから本当に支えてるんだと思いますよ。怪我の話知ってます？柔道の時に首から落ちて、そのまま救急車で病院に搬送。症状を見た医者が、これの手術をできるのは全国に2カ所しかなくて、たまたま近くにその2カ所の1カ所が九州にあったから、ヘリコプターでそこ行って、即緊急手術で間に合って命つなぎ止めたんですよ。痛みも激しくて、この痛みが続くなら死んだ方がマシ。ずっと泣き叫んでるみたいな状態が続いたみたいな。もう舌切って死のうかともう何回も病院のベッドで思いましたみたいなのを彼は何気なく話してますけど、そっから帰ってくるっていう経験で格闘技をやってるんですよ。どこまでやる意味を見出してるかっていう、他のファイターよりもそこの部分はでかいと思います。自分が戦う理由とか、それが強さ。本当に強さ。目が死なないっす。はい。だから僕もストップされた時最後になんか出してきたと思ったんです本気で思ったって言ってましたね、はい、技術でよっぽど上行ってスコンって抜くかって感じじゃないですかね。だから僕はリスペクトしてるファイターでもあるんで、人間としてリスペクトしてるんで注目してます。3人目は川名マスト選手です。はい。いやもう言わずもがなでしょ。でもチャンネルは出たことないか。チラチラ祝勝会でちょっと出たりしてるから、はい、彼とのつながりは初めては小4の全国大会ですね。僕は5歳からレスリングやってたんですけど、全国大会に出るのは小4が初めてで、僕は初めての全国大会だったんですよ。組み合わせ見るじゃないですか、はい、変わんない、なんか読みにくいなみたいな、マストって、真実の真に寿にシュートのとでマストなんですけど、はい、誰だこれと思ったら小4なのにもうヘッドギアして坊主で、なんかもうレスリング50年やってますみたいな雰囲気で、小4のくせにですよ出てきて、無理勝てないってめっちゃ思ったのを覚えてます。10歳の時その試合は本当にキリッキリで勝って、僕はそれすごい成功体験としてちっちゃい時の結構大きく持ってることなんですけどね、そこからもうずっとマストのことはずっと知ってますから、中高は別でやってて、で大学で専修大学が一緒になって、そこから7年間練習を共にするわけですよ、はい、毎日朝練行って同じところでご飯食べて同じところでお風呂入って、部屋は違うけど同じフロアで寝るっていうのをずっとやって、同じようにこう生きてきて、将来何やりてえのか一番分かんなかった同期なんですよ、マストは。けど格闘技やるっていうのにめちゃくちゃびっくりして、はい、最初は不器用だから大丈夫かなとかちょっと怖いなって僕も思ったりしたんですけど、はい、マジでマストほど毎試合こんな成長見せるやついんのかって思うファイターあんまいなくて、確実に試合ごとにできること増えてるんですよね。最初は思いっきり殴るなんて絶対できなくて、すごいカチカチだったんですけど、今はもう結構リラックスしてるし、歩きながらもゴンゴンゴン殴るし、肘も打つし、パウンドもガンガンだしみたいな。
結構だからもうオールラウンダーですかね。仕上げてくんだなってすごい思いましたね。はい、マストをね改めてリスペクトしてるんですよね。フェザーですもんね。フェザーですね、はい、でスタイルは僕が優勝したアンダー23レスリング世界選手権の年2日前にグレコでアンダー23の世界選手権優勝してるんで、レスリング力はやっぱエグいですよ。オリンピック予選とかも忍さんとか、文田選手とかとロースコアで結構争ってましたから、世界に通ずるグレコの技術とフィジカルは持ってるんで、それは UFC でも通じるものなので、それぐらいの高めたレベルのものだから、そこだけで言ったらマストの上行く選手っていうのはほぼいないんじゃないかなっていう感じです。ただやっぱそこに行くまでにすごいやっぱハードルがぐっと高くなるのが UFC の舞台でもありますから、そこの追い詰め方みたいなのは今まで以上に厳しく考えてやっていかなきゃいけないし、でもそれは一緒にやったりもしてるんで、ある程度僕が関与できる部分もあるから、力になれることがあったら積極的に力になりたいよ。でもねちょっと僕も怪我あるんで練習とかあれですけど、ぜひマストの応援よろしくお願いします。4人目安藤達也選手です。達也さんはやばいですよ。僕もいっぱい練習させてもらったことあるし、MMA 転向する前から僕は MMA 入りたいと思ってたから、やっぱこう MMA 界の情報とかちょいちょい入れたりはしてたけど、レスリングから来た安藤がやばいってみんながすごい言ってた時があって、僕は初めて安藤さんの試合を見たのが小学校の時の安藤さんのインターハイで、いろいろ省くと僕が超憧れてた高校の先輩とインターハイでバッチバチの試合してたんですよ。僕はこの赤澤先輩っていうのがもう高校では最強だみたいな感じで思ってたんで、インターハイ絶対優勝するだろうなと思って見たら、準決勝ですっごい動物的な人出てきて、相手もう赤澤先輩がバーンって吹っ飛ばされたりとか前半してるんですよ。何この人みたいな、グーみたいなその人が安藤達也さんになるんですけど、能力やばいんですよ。僕の先輩も最終的にはインターハイは勝ったんですけど、勝ったけど相手やっばみたいな思った人で、ずっと僕もねなんか交わえるかなとか楽しみにしてたんですけど、練習で一緒にすることになったりして、こんな感じなんだろうと思ったら、なんかもう目の前にしたら歪むっす。空間が独特のリラックスがすごいできる人で、体重グーってくるんですよ。常に自然体なファイターなんで、試合も超面白くて、本当マストとの試合を見たくない、やるってなったらでもめっちゃ面白い試合するファイターだし、いやバンダナ俺作ったからってこの間の UFC の時も渡してくれて、それ僕つけてました。バンダナです。なんか絵描いたりもするし、すごいクリエイティブな人で、試合もクリエイティブなんで、何が出るか分かんないし、劣勢になっててもいつ逆転するかも分かんないし、面白いですよ。 UFC 行ったら人気出ると思います。サムライスピリッツみたいなのも持ってて、自然と調和する生き方もしてる人ですね。結構いいファイターぞ多いっすよね。フェザーはこれに原口真選手来ますから、やばいじゃんフェザー。どう準決勝3人日本人とかありますよ。安藤さんは多分契約したらバンタムでやるつもりで、やってると思うんで、同じ階級で多分一緒にやることになるかもしれないし、僕安藤さんとは試合できない、一緒に倒そうぜっていうテンションでやりたい、それができる人だと思います。なるほど。磨こうぜ自分をみたいな感じで楽しみ、マジ今年楽しみだわ。以上が中村倫也が選ぶロードトゥ UFC シーズン3注目ファイター4人に変更。4人でした。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。やっぱ自分であんま喋んないことだし、喋りづらいことだし、でも俺はそれをやっぱいろんな人に知った上で野瀬選手の戦い見てくれた方が感情も入れれると思うし、深み出ると思うので、味わい方変わると思うし。わかりました。使っちゃえ